蕨歌、東蘭瀬の発祥の地を巡る旅。小田原説と川越説の動画に、新たな情報を加えた再編集版。東蘭瀬の発祥の地はどこなのか？最初にやってきたのは、神奈川県小田原市にある、JR 根府川駅です。JR 根府川駅の近くに、蕨歌、東蘭瀬発祥の地と言われる場所があります。東蘭瀬発祥の地は、時の鐘から時の鐘の動画でも出てきたよね。東蘭瀬発祥の地と言われる場所はいくつかあって、有名なのが川越説と、小田原説みたいです。今回の深掘り旅では、まず、東蘭瀬発祥の地、小田原説を見ていきます。その後に東蘭瀬発祥の地、川越説を見て、新情報を加えた新たな深掘りをしていきます。小田原説と川越説の動画にはない情報もあるので、また違った楽しみ方ができると思います。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。始まってすぐだけど、ちょっと聞いてもいい？何ですか？どこかで見たような映像なんだけど。今回の動画は、JR 根府川駅の動画を撮影した時に、一緒に撮影した映像を使っています。JR 根府川駅の動画である事情と言っていたのは、この動画のことです。さらに言えば、やっちが担当している、東海道53次の宿場巡りシリーズとも関係しています。ああ、小田原宿だね。そうです。小田原宿の動画は概要欄にあるから、興味があったら見てください。東蘭瀬発祥の地、小田原説の舞台は、神奈川県小田原市です。神奈川県小田原市は、大体赤丸のあたりにあります。今いるのは JR 根府川駅の近くです。JR 根府川駅は赤丸のところにあります。江戸時代に成立したとされてる東蘭瀬。その東蘭瀬発祥の地、小田原説には、3つの説があります。今回は、その3つの説の場所に行って、東蘭瀬発祥の地、小田原説を考えてみようと思います。ウィキペディアから東蘭瀬の歌詞と、その現代語訳を引用してみます。左が東蘭瀬の歌詞で、右が現代語訳です。東蘭瀬の重要な歌詞は、2つあると思っています。1つは、行きはよいよい、帰りは怖い。もう1つは、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、です。1つ目は、行きは楽だけど、帰りは大変という意味です。何らかの理由で、行きと帰りで大変さが違うということですね。行きは下り坂で、帰りが上り坂とか？その可能性はありそうですね。根府川駅周辺は高低差が大きいので、帰りは上り坂で大変という意味なのかもしれません。でも、根府川説は、違う意味だと考えられています。もう一つの重要な歌詞では、天神様に向かう細道を通るということがわかります。この7つのお祝いに、お札を納めに参ります。なので、おそらく七五三に関係する何かということだと思います。少ない情報を手がかりに、東蘭瀬発祥の地を探すのか。大変な作業ですが、こういうのも楽しいと思います。東蘭瀬の歌詞で気になるところがあるんだけど、お札を納めにってどういうこと？お札をもらうならわかるんだけど。調べたところ、神様へのお礼参りで、お札を返納するという情報がありました。他にも、天神様にお札を納める風習が各地に残ってるという情報もありました。お札を納めるというのは、不思議なことではなさそうです。すごい坂道だね。やっぱり、行きは下り坂で楽だけど、帰りは上り坂で大変ってことじゃないの？そんな気もしてきました。お、ここもなんか見たことがある。この映像も JR 根府川駅の動画に使ったものです。あの橋は、白糸川橋梁だったよね？そうです。あの白糸川橋梁は2代目で、初代は悲劇に見舞われてしまったという歴史があります。詳しくは JR 根府川駅の動画で深掘りしてるので、概要欄のリンクから見てくれると嬉しいです。下り坂も大変なので、行きはよいよいな気がしません。ここも JR 根府川駅の動画で。東蘭瀬小田原説の一つ、根府川説の場所に到着しました。根府川説は、根府川関所に関する説です。根府川関所跡は、
赤丸のところにあります。赤線が根府川駅から歩いてきた道です。根府川関所は、熱海や伊豆に通じる根府川道にあった関所です。根府川道は、東海道の脇街道ということなので、箱根関所を避ける道でもあったんだと思います。根府川関所は白糸川の南側にあったとのことです。関東大震災前までは礎石もあって、当時の様子が伺えたそうです。でも、関東大震災で埋没して、その後の新幹線の工事等で川の形が変わり、関所跡は川底になっています。もう一度、地図を見てみましょう。当時、根府川関所は白糸川の南側にありました。根府川関所跡が川底になってるので、以前は白糸川が今より北側を流れてたことになります。小田原方面から熱海方面に行く場合、白糸川を渡ったら根府川関所だったということですね。この根府川関所を通る大変さを、行きはよいよい、帰りは怖いと表現したというのが、根府川説です。そうだとしたら、根府川関所は通る方向によって、通過のしやすさが違ったってことになるよね。そうなってしまうので、根府川説は違うような気がしています。根府川説が違う根拠として、天神様を祀る神社がないというのもあります。根府川関所跡周辺の地図を見てみましょう。赤丸のところに、寺山神社があります。天神様は一般的に菅原道真ですが、寺山神社の御祭神は、竹三和地の御事です。竹三和地の御事は、出雲の国譲りで出てくる最強の武神ですが、天神様ではありません。天神様の神社ではなかったので、少ししか撮影しなくて、かなり後悔しています。天神様ではありませんが、根府川関所跡周辺には、釈迦堂もあります。通ってきた道に釈迦堂入り口の石碑があったので、駅方面に戻って、釈迦堂にも行ってみます。途中を省略して、一気に釈迦堂付近に行きます。釈迦堂は、赤丸のところにあります。根府川関所跡から釈迦堂に行くとき、実際に通ったのが赤い線の道です。最短ルートが青い線ですが、釈迦堂手前の線が重なってるあたりで気づきました。釈迦堂は東蘭瀬発祥の地と関係ないので、軽く触れるだけにしておきます。釈迦堂も関東大震災の被害に遭い、地面より低くなってしまったそうです。令和6年、2024年の台風10号の影響なのか、この日は水没していて、お釈迦様を見ることができませんでした。東蘭瀬発祥の地の根府川説は違いそうなので、次の小田原説の場所に向かいます。東蘭瀬発祥の地、小田原説の2カ所目は、JR 神津駅の近くにあります。神津駅には、東海道線と御殿場線が通っています。JR 神津駅があるのは、赤丸のところです。根府川駅と同じく、海の近くにある駅です。神津駅を出て、少し南に行き、突き当たりを右に曲がります。マンションなどでほとんど遮られていますが、その向こう側に海が見えます。令和6年、2024年9月時点で、神津駅の改札は南側だけみたいなので、出口で迷うことはないと思います。今歩いてるこの道は、国道1号線で、旧東海道でもあります。この道をしばらく直進します。岡入口交差点を右に曲がります。交差点を渡ってから振り返って撮影した映像なので、わかりにくくなってしまっています。こっちが神津駅方面。岡入口交差点を曲がって、北に向かいます。古い地図で確認したところ、この道は昔からあったようです。旧東海道という江戸時代の大動脈から、東蘭瀬発祥の地かもしれない天神様に向かいます。今回は天神様が祀られてる神社があるんだね。そうです。ここは、天神様というところは、東蘭瀬の歌詞と同じになっています。でも、行きはよいよい、帰りは怖いはよくわかりません。そうなんだ。根府川説と違って、関所があったわけでもありませんし、目的の天神様までは平らな道です。東蘭瀬発祥の地、小田原説の2カ所目は、菅原神社です。
菅原神社は、地図の赤丸のところにあります。赤い線が通ってきた道です。菅原神社は、その名の通り、菅原道真を祀る神社です。天神様といえば、菅原道真なので、この神社にお札を納めに来たというのが、菅原神社説です。菅原神社は、神奈川三天神に数えられるとのことなので、わらべ歌になるくらい有名な神社と考えることもできそうです。旧東海道から脇道に入って、少し行ったところにあるのも、それっぽい感じだよね。そうなんです。でも、行きはよいよい、帰りは怖いがわかりません。ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃの後に、行きはよいよい、帰りは怖いが出てきます。ということは、旧東海道からここまでの道が、行きはよいよい、帰りは怖いということになります。菅原神社には、わらべ歌、東蘭瀬発祥の地の石碑があります。東蘭瀬の歌詞が書いてあるだけで、なぜ発祥の地と言われてるかは、書いてありません。帰りは怖いについて調べたところ、面白い情報が見つかりました。昔は今と違って、子供が亡くなることは、そこまで珍しいことではありませんでした。そこで、7歳までは神様の子と考え、亡くなっても、神様の元に帰ったと解釈されていたそうです。7歳になったら人間の子になり、神様の子ではなくなります。七五三は、この子を人間の子、私の子として認めてくださいと、神様にお願いする儀式だったそうです。これがどこまで本当のことかわかりません。でも、7歳になって初めて人として一人前扱いされてきたというのは、本当のようです。7歳になると、その子供は氏子として、氏神に認められるとのことです。7歳になるまでは、神様の子とされていたそうです。子供が7歳になって、人として認めてもらうために、天神様にお参りに行ったということなのかもしれません。行きは神様の子ですが、帰りは人間の子になっています。人間の子になった子供は、自分の力で生きていく必要があります。帰り道に、それを実感して怖くなっていく。それが行きはよいよい、帰りは怖いの意味という説もあるようです。その説が正しいとすると、どこの天神様でも東蘭瀬の歌詞に合うことになっちゃうね。そうなんですよね。ただ、東蘭瀬には、御用のないもの当社せぬという歌詞があります。ということは、何らかの通行許可が必要なところだったという可能性が出てきます。調べた範囲では、旧東海道から菅原神社までの道で、通行許可が必要だったという情報は見つかりませんでした。そうなると、この菅原神社説も違うような気がします。すべての説に共通する重要な情報が新たに見つかりましたが、それはまた後で紹介することにします。じゃあ、残りの1箇所が小田原説の本命なのかな？それでは、東蘭瀬発祥の地、小田原説の最後の場所に向かいましょう。お、ここはもしかして？旧東海道の小田原宿です。こっちが京都方面です。この先に見える早川口交差点は、小田原宿の動画にも出てきています。小田原宿があるのは、小田原駅の近くです。小田原駅は、赤丸のところにあります。小田原駅からスタートしない理由は、東海道53次の宿場巡りシリーズを考えれば、わかると思います。小田原宿の旧東海道を京都方面に向かって、早川口交差点の少し手前を右に曲がります。その先に、東蘭瀬発祥の地、小田原説の3カ所目の場所があります。天満宮って書いてあるね。そこが、3カ所目の場所です。旧東海道からすぐのところだから、行きはよいよい、帰りもよいよいって感じだよね。でも、帰りは人間の子という説が正しければ、天神様までの道は、関係ないことになります。この神社は、山角天神社で、御祭神は菅原道真です。山角天神社は、地元では天神さんと親しまれてるそうです。創建年代は不明ですが、古くからある神社のようです。ご神体の木造に永禄4年とあるそうなので、少なくとも永禄4年、1561年にはあったのかもしれません。この階段を登った先に神社があるので、行きは怖い、帰りはよいよいという感じになりそうです。山角天神社は、地図の赤丸のところにあります。山角天神社のすぐ南側にある幹線道路、国道1号線が旧東海道です。旧東海道からすぐの天神様に、お札を納めに行ったというのが、山角天神社説です。階段を登りきって、すぐ右側には、松尾芭蕉の区碑があります。そして、左側には、
トーヤンセの歌詞が刻まれた石碑があります。トーヤンセ発祥の地の根拠となる説明はありません。旧東海道のすぐ近くにある天神様というのが、トーヤンセ発祥の地の根拠ということなんだと思います。ただ、旧東海道からすぐの神社に行くのに、通行許可が必要というのは、少し考えにくいような気がします。ということは、ここもトーヤンセ発祥の地じゃない感じ？やっぱり、時の鐘から時の鐘の動画に出てきた、川越説が有力ってことなのかな？そうなのかもしれません。次は、トーヤンセ発祥の地、川越説を見てみましょう。次にやってきたのは、埼玉県川越市にある、本川越駅です。埼玉県川越市にも、蕨歌、トーヤンセ発祥の地と言われる場所があります。小田原説がちょっと微妙な感じだったから、川越説で確定ってことなのかな？調べてみたところ、トーヤンセ発祥の地、川越説は、有力な説と思われているようです。ただ、疑問点もあるので、それも含めて深掘りしていきます。トーヤンセ発祥の地、川越説の舞台は、埼玉県川越市です。埼玉県川越市は、地図の赤丸のあたりにあります。トーヤンセの歌詞を見ながら、トーヤンセ発祥の地のヒントをもう一度考えてみようと思います。ウィキペディアからトーヤンセの歌詞と、その現代語訳を引用してみます。左がトーヤンセの歌詞で、右が現代語訳です。トーヤンセの歌詞を見ると、天神様の細道を通って、お札を納めに行く話になっています。御用のないもの通しせぬとあるので、用がなければ通れない道を通って、天神様に行くことがわかります。天神様に行く理由は、子供の7歳のお祝いで、お札を納めるというものです。その理由を言うことで、特別に通してもらえるということだと思います。行きはよいよい、帰りは怖いわ、行きはよいですが、帰ってくるのは難しいとなっています。ここはどう理解するかで意味が変わるところですが、行きは楽だけど、帰りは大変という意味で捉えておきます。小田原説で深掘りしたことも関係するので、それにも触れながら、川越説を深掘りしていこうと思います。小田原説もそうだったけど、天神様があるかどうかが一番重要だよね。そうなんです。川越説の舞台は、三好野神社という神社です。三好野神社の創建は、平安時代の、大道2年、807年で、4柱の神様が祀られています。スサノオノミコト、櫛灘姫の御事、菅原道真、本田分の御事、菅原道真が、天神様と呼ばれています。そんな三好野神社は、地図の赤丸のところにあります。最寄り駅は、西武新宿線の本川越駅です。近くには東武東上線の川越市駅、東武東上線と JR 川越線の川越駅もあります。川越駅、川越市駅、本川越駅には統合構想があります。概要欄に動画のリンクがあるので、統合構想に興味がある方はご覧ください。天神様があるのは分かったけど、通行許可が必要な道を通る必要があったの？江戸時代の三好野神社は、川越城の中にありました。トーヤンセが成立したと言われるのは江戸時代です。その当時は、三好野神社に行くには、川越城の中に入る必要がありました。普通に考えれば、庶民が自由に城内に入れるわけがありません。何らかの通行許可が必要だったはずです。しかも、三好野神社が川越城の中に入ったのは、江戸時代に川越城が拡張されたからだそうです。それ以前は、普通にお参りに行けていたんだと思います。そうなると、周辺に住んでた人たちは、お参りするための特別な許可がもらえた可能性があるね。その辺が、川越説の重要なポイントになります。先に、三好野神社のところにある、川越市教育委員会による解説を見てみましょう。そこには、川越城の南大手門、田車門、天神門を通って、三好野神社にお参りしていたとあります。城内に入る必要があるので、御用のないもの、通しせぬということです。行きはよいよい、帰りは怖いわ、城の門を通る時のことを指していると考えられます。今回は、解説にあるお参りの道順を通りながら、川越説を深掘りしていきます。その前に、少し遠回りをして、懐かしの時の鐘を見ていこうと思います。川越の時の鐘は、時の鐘から時の鐘の動画のスタート地点です。その動画の中で、トーヤンセ発祥の地も出てきていて、今回の動画でそれを深掘りするという形になっています。
今回は季節が冬だからかわかりませんが、時の鐘から時の鐘の撮影時より、人が少ない印象です。時の鐘の前を通り過ぎて、大手町交差点を右に曲がります。時の鐘から時の鐘の動画で、駅に向かう時に通った道だよね。そうです。時の鐘から時の鐘の動画では、気温30度くらいの中、この道を歩きました。増形の跡と思われるところを通り過ぎて、左、川越郵便局方面に曲がります。川越郵便局を通り過ぎて、まっすぐ進むと、道が左に曲がります。ここの左側にあるのが、川越市立川越第一小学校です。この川越市立川越第一小学校の敷地内に、川越城の南大手門跡の石碑が立っています。昔の地図と現在の地図を確認したところ、横断歩道の手前あたりに南大手門があったようです。川越城の南大手門は、地図の赤丸のあたりにありました。地図の青い線は、川越説が想定する三好の神社への参拝の道順です。この辺が南大手門だったと思うので、当時はここで通行許可の確認があったんだと思います。南大手門を通って、右に曲がります。南大手門跡の石碑は、小学校の敷地内なので、勝手に撮影するのはやめておきました。ネットで検索すると、画像が出てきます。ここで、小田原説で明らかになったことを少し整理しておこうと思います。まず、お札を納めることについて、お札はもらうものって感じがするよね。そうなんですよね。でも、神様へのお礼参りで、お札を返納するという情報がありました。他にも、天神様にお札を納める風習が、各地に残ってるという情報も見つかりました。トーヤンセ発祥の地とは直接関係ないけど、お札を納めること自体は、不思議じゃないってことだね。そうみたいです。次に、行きはよいよい、帰りは怖いについて、トーヤンセが成立したのは、子供が亡くなることが珍しくなかった江戸時代です。当時は、7歳までは神様の子と考え、亡くなっても、神様の元に帰ったと解釈されていたそうです。7歳になったら人間の子になり、神様の子ではなくなります。七五三は、この子を人間の子、私の子として認めてくださいと、神様にお願いする儀式だったそうです。これがどこまで本当かわかりませんが、7歳になって初めて人として一人前扱いされてきたというのは本当のようです。7歳になると、その子供は氏子として、氏神に認められるとのことです。行きは神様の子ですが、帰りは人間の子になっています。人間の子になった子供は、自分の力で生きていく必要があるので、帰り道に、それを実感して怖くなっていく。それが行きはよいよい、帰りは怖いの意味という説もあるようです。その説が正しいとすると、川越説の根拠が怪しくなるってことだよね。そういうことです。ここが二つ目の門、タクルワ門の跡です。おそらく、この低くなっているところが、堀の跡だと思います。その堀の外側、道がある方にタクルワ門がありました。堀の内側には、富士見櫓があって、小高くなっているところが、その富士見櫓の跡です。タクルワ門があったのは、地図の赤丸のあたりです。三好の神社に行くには、もう一つの門を通る必要があります。タクルワ門を通って、富士見櫓を左手に見て、三好の神社を目指して東に進みます。ちょっと思ったんだけど、普通は城から出るより、城に入る方が厳しく調べられるんじゃない？行きはよいよい、帰りは怖いだと、比較的楽に城に入れるような気がするんだけど、そこが川越説の最大の疑問点だと思います。機密漏洩を恐れて厳しくチェックしたと考えてる人もいましたが、敵が庶民になりすまして入ってくる方が問題な気がします。これについては、どのような運用がなされてたのかが不明なので、結論を出すことはできません。お参り目的なら比較的簡単に入れて、城内での行動を監視してた可能性もあるよね。不審な行動をしてたら帰りに捕まえるということですね。何もしてないうちに捕まえるより、何かをしてからの方が処罰しやすそうですからね。実際にどうだったかわかりませんが、調べた限りでは、肯定も否定もできない感じです。タクルワ門を通って、まっすぐ進みます。この先で左に曲がりますが、江戸時代とは道が変わってしまったように思えます。堀も埋められてるので、江戸時代と全く同じとはいかないようです。
ここを左に曲がると本丸御殿があります。三つ目の門、天神門は、本丸御殿方面にありました。三好の神社の現在の参道は、この道を曲がらずに直進したところにあります。天神門は、その後を示すものがありません。昔の地図を見ると、もう少し手前で左に曲がって、さらに右に曲がってすぐ天神門があったようです。方角で言うと、堀の外側を東に向かい、北に曲がった後、東に曲がってすぐに天神門ということです。おそらく、今は建物が建ってるところに道があったんだと思います。今回は大体の道順がわかればいいので、この辺を通ってたということで進んでいきます。この辺りに天神門があったようです。天神門があったのは、地図の赤丸のあたりです。青い線は江戸時代の道順の想定なので、現在は道がないところに線を引いてあります。公園の横の道を進むと、三好の神社に行けます。江戸時代もこの道だったかはわかりませんが、大体この辺に三好の神社の参道に続く道があったようです。三好の神社は、江戸時代の寛永16年、1639年に、城郭の拡張整備で城内に取り込まれたそうです。庶民の参拝は、神社大祭などに限って許され、南大手門の一箇所から入場できたとのことです。さっきの地図だと、三好の神社は本丸御殿の近くにあったよね。本丸御殿の近くまで庶民が入れたとは考えられないけど、本当に三好の神社に行けたのかな？この地図ですね。みんなでお参りに行って、そのまま本丸御殿に突入できそうな距離感ですよね。そう、そこが気になる。それについては、後で深掘りしようと思います。さっき紹介した解説のところに来ました。ここに書いてある通りに、南大手門、田車門、天神門を通って、三好の神社の参道に到着しました。ここには田車門と書いてありますが、実際にあった場所の石碑には田車門と書いてあります。両方とも車と読むので、同じ門のことを指しています。車については、西茶屋街とか、東茶屋街の動画で詳しく説明してあります。江戸時代の道順と思われる道で来ると、現在の参道の途中に出てきます。参道は若干変化してるみたいですが、どこがどう変わったのかはわかりません。でも、神社自体の場所は変わってないと思うので、この辺りを歩いて参拝してたということだと思います。参道の鳥居をくぐって左に行くと、わべ歌発祥のところの石碑があります。東蘭瀬の歌詞の一部も刻まれてるので、わべ歌が東蘭瀬のことだとわかります。石碑や解説があることも、東蘭瀬発祥の地、川越説に信憑性を持たせています。話は変わりますが、その石碑の隣には、川越城七不思議の石碑と解説があります。これも気になるので、いつか深掘りするかもしれません。とりあえず撮影だけして、時間がある時にゆっくり見てみます。本丸御殿のところには、川越城の図があります。図の上が南になっています。現在地の左、東側にあるのが、おそらく三好の神社です。本丸御殿のすぐ近くですが、塀か何かがあって、簡単には行けないようになっていたようです。これが天神門です。こっちが田車門です。これが南大手門です。この図を見てわかるように、三好の神社と本丸御殿はあまりにも近すぎます。江戸時代には、現在の三好の神社に庶民が参拝できなかったという情報がありました。その情報によると、庶民が参拝できた三好の神社は、赤丸のあたりにあった、外宮だったそうです。三好の神社の外宮には、南大手門、田車門を通るだけで行けます。この情報が正しければ、天神門を通らずに参拝してたことになります。しかも、本丸御殿から離れてるので、城の防衛を考えても、そこまで問題にならなそうです。本丸御殿側から三好の神社を見ると、看板に東蘭瀬の歌、発祥の地と書いてあります。ここまでするということは、三好の神社が東蘭瀬発祥の地なのでしょうか？さらに深掘りしていきます。
天神門があったと思われる場所付近の、気になる道を通って、三好の神社の外宮があった場所に向かいます。この道の一部が、江戸時代の道だったのかもしれません。Google マップとストリートビューだと、この道がどこまで続いてるか確認できませんでした。現在の三好の神社は、内宮と呼ばれていたそうです。庶民の参拝のために、拝殿と幣殿が田車に移築されて、そこが外宮となったとのことです。明治2年、1869年に、三好の天神社から、三好の神社に改称したそうです。気になる道は、富士宮蔵跡のところまで続いていました。こっちが田車門方面です。さっきと同じ道を通って、三好の神社の外宮があった場所に行きます。江戸時代は、この辺で左に曲がって、天神門の方に道が続いてたような気がします。そして、外宮に行くにはこの道をまっすぐ進みます。さっきはここで左に曲がりましたが、今度は直進します。現在は、三好の神社の外宮はないので、昔の地図などを頼りに、大体の場所を調べました。外宮があった場所がわかるようにはなってないの？わかるようにはなっていないようです。調べるのに苦労しましたが、おそらく特定できたと思います。三好の神社の外宮があったと思われる場所には、令和7年、2025年1月時点で、川越市久留町浄水場があります。庶民がこの場所に参拝していたのであれば、解説にあった道順は間違っていることになります。そうなると、信憑性が。そうなんです。調べると有力な説のように出てくる川越説ですが、参拝していた場所が違う可能性が出てきました。江戸時代に庶民が参拝できたのが外宮だけなら、解説にあった道順は、明治以降に考えられたものになります。三好の神社の外宮があったのは、おそらく地図の赤丸のあたりです。現在の三好の神社は、内宮と呼ばれていました。外宮に参拝していたのであれば、天神門の手前から、赤い線の道を通ってたことになります。ちなみに、外宮の社殿は、現在の川越氷川神社の境内にある、八坂神社の社殿として、明治5年、1872年に移築されたそうです。八坂神社の社殿を確認するために、川越氷川神社にやってきました。境内は撮影禁止だったので、社殿の映像はありません。八坂神社、川越氷川神社があるのは、赤丸のあたりです。東蘭瀬発祥の地とは関係ないので、八坂神社について深掘りはしないでおきます。ここまでの情報をまとめてみます。平安時代に創建された三好の神社は、江戸時代に川越城の拡張で、城内に入りました。そのため、庶民が簡単に参拝することができなくなりました。でも、神社大祭などの時に参拝することができました。三好の神社まで行くには、南大手門、田車門、天神門を通る必要がありました。これが、川越市教育委員会が設置した解説を中心とした、川越説の説明です。この説では、城内に入るより、城外に出る方が大変なのはおかしいのではないかという疑問が残ります。ただ、当時の運用がわからないので、城外に出る時のチェックの方が厳しかった可能性は否定できません。それを受け入れるなら、川越説は有力だよね。そうです。でも、江戸時代は、現在の三好の神社には参拝できなかったという情報もありました。庶民の参拝のために、拝殿と幣殿が田車に移築されて、そこが外宮となりました。現在の三好の神社は、内宮と呼ばれていました。内宮には参拝できず、外宮に参拝してたのであれば、天神門は通ってなかったことになります。ここが解説と違うところです。解説にあるように、内宮にも参拝できたのであれば、外宮だけに参拝できたという情報が間違ってることになります。参拝できたのが外宮だけだったとしたら、解説にある道順は、明治以降に考えられた可能性が出てきます。なんか川越説が怪しくなってきたね。そうなんです。川越説の三好の神社には、天神が祀られていますが、川越城に入るのが楽で、出るのが大変というのが理解できません。
さらに、庶民が参拝できた三好野神社は、今の三好野神社ではない可能性も出てきました。庶民は外宮に参拝していたのが正しいなら、川越市教育委員会の解説が間違っていることになります。そうなると、川越説の根拠が由来できます。有力と思われていた川越説が違うとしたら、東蘭瀬発祥の地はどこなのでしょうか？ここで、天神に関する情報を追加して、小田原説を考え直してみます。JR 根府川駅に戻ってきました。天神に関する情報を追加して考え直してみるのは、最初に見た根府川説です。現在、天神といえば、菅原道真です。でも、本来、天神は天の神、つまり、天津神のことだったそうです。天津神は、高間ヶ原にいる神様のことです。菅原道真は、唐来天神と称され、雷神信仰と結びついたそうです。また、天満大自在天神の信号を賜ったとのことです。そこから、菅原道真への信仰を、天神信仰と呼ぶようになったようです。本来の天神は、雷神のことだったみたいです。天津神で雷神といえば、日本神話に詳しい方なら、ピンとくるかもしれません。なんか、強敵に襲われた記憶が。根府川説でお参りしたと考えられるのは、寺山神社しかありませんでした。寺山神社の御祭神は、武見和地の命です。天津神が地上の神である国津神に対して、国を譲るように迫ったというのが、出雲の国譲りです。その時、地上を治めていたのが大国主の命です。詳細は省略しますが、使者として天津神が地上に送られます。その中の一柱が、武見和地の命です。武見和地の命は、天津神であり、雷神であるとされています。古くからの信仰が、東蘭瀬成立時のこの地に残ってたとしたら、寺山神社も、天神様と呼ばれてた可能性が出てきます。東蘭瀬が成立したとされる江戸時代に、寺山神社はあったの？寺山神社の創建年代は分かっていないようですが、江戸期には根府川村の鎮守として祀られてたそうです。古くは寺山権現と言われ、明治初年に寺山神社に改称されたとのことです。東蘭瀬が成立したのが江戸時代とされてるので、年代的にも、問題なさそうです。これで、通行許可が必要な天神様に行くという条件を、根府川説が満たすことができました。行きはよいよい、帰りは怖いわ、7歳から人間の子説があるので、問題ありません。東蘭瀬発祥の地、根府川説をまとめてみます。熱海方面から根府川関所を越えて、子供の7歳のお祝いで、天神様に行こうとした親子がいました。天神様は寺山神社で、この地域には、天津神のことを天神と呼ぶ古い信仰が残っていました。寺山神社の御祭神は、天津神で雷神の武見和地の命だったので、天神様と呼ばれていました。根府川関所で止められますが、理由を言って通してもらうことができました。あるいは、お参り用の通行手形を持ってたのかもしれません。天神様に向かう途中は神様の子で安心ですが、帰りは人間の子なので、怖くなってきます。それを分かっていながら、氏神に氏子として認めてもらうために、天神様に向かいます。天神様にお札を納めて、人間の子として認めてもらえたら、家族や地域の人たちと助け合って生きていくことになります。そんな親子の物語が、東蘭瀬発祥の地、根府川説から浮かび上がってきます。天神様って呼ばれてたところは根拠がないけど、話としてちゃんと成立する感じがするね。動画撮影時は絶対に違うと思ってた根府川説が、最有力候補になるなんて驚きです。これだから、深掘りはやめられません。話はここで終わりません。東蘭瀬発祥の地、川越説の動画に、根府川説が否定される可能性があるコメントが来ました。コメントでご指摘をいただいたのは、菅原神社説の最後に紹介した情報に関するものです。7歳までは神様の子ってやつ？そうです。コメントで教えていただいた情報も含めて、東蘭瀬発祥の地を考え直してみます。国立歴史民族博物館研究報告に、7つ前は神の内は本当か日本幼児思考という論文があります。それによると、7つ前は神の内は、近代以降にごく一部の地域で言われた俗説的観念だそうです。7つ前までは神の内説は、柳田国夫が主張したそうですが、その根拠は示していなかったとのことです。その後、能田妙子が、青森県五戸地域での事例を紹介しました。次に、大町徳蔵が、
北知多賀郡高岡村の事例を紹介しました。この2つの事例を受けて、柳田国夫はその説が全国で言われてると述べたようです。そして、7つ前は上の内説は、無批判に受け入れられ、頻繁に使用されるようになったとのことです。面白い説だと思ったけど、そういう経緯があったのか。そうみたいです。その後、その説には批判も出て、さっき紹介した論文で、根拠を示しながら検証されています。そこで、7つ前は上の内説は、近代以降にごく一部で言われた俗説だとされています。なるほど。そういうわけで、7歳までは神様の子が頼りの説は、その根拠を失って、考え直す必要が出てきました。菅原神社説と山角天神社説は完全に根拠を失い、根府川説は関所だけに頼る状態です。天神イコール天津神が正しいと仮定して、根府川説をまた見てみます。根府川説の根拠の一つは関所なので、何らかの通行許可が必要という点では問題ありません。ただ、行きはよいよい、帰りは怖いがわかりません。通る方向によって関所の通りやすさが変わったというのは、少し不思議な感じがします。ここで、東蘭瀬の歌詞をもう一度見てみます。行きはよいよい、帰りは怖いと言っているのは、誰でしょうか？通りなさいって言ってるから、関所の門番的な人ってことかな。そんな感じですよね。ということは、関所から天神様に行くのが楽で、天神様から関所に戻るのが大変という意味になりそうです。関所を通ることではなく、関所から先の道のりのことを言っている可能性が出てきました。根府川関所と寺山神社の往復と考えると、行きの上りより、帰りの下りの方が大変ということになります。単純に、7歳の子供を連れて行くことを考えると、下り坂で転ぶことを考えての発言とも取ることができそうです。ああ、今は舗装されてるからいいけど、舗装されてなかったら危険な坂道だよね。そういうことです。何の根拠もありませんが、根府川説が正しいとしたら、このような解釈もできるかもしれません。東蘭瀬発祥の地、根府川説をまとめ直してみます。熱海方面から根府川関所を越えて、子供の7歳のお祝いで、天神様に行こうとした親子がいました。天神様は寺山神社で、この地域には、天津神のことを天神と呼ぶ古い信仰が残っていました。寺山神社の御祭神は、天津神で雷神の竹三和地の御事だったので、天神様と呼ばれていました。根府川関所で止められますが、理由を言って通してもらうことができました。あるいは、お参り用の通行手形を持ってたのかもしれません。その時、関所の人が、寺山神社までの道のりについて教えてくれました。それによると、急な坂道を通るので、行きはまだいいけど、帰りは転ぶと危険だから大変とのことでした。おそらく、関所の人に感謝を伝えて、その親子は寺山神社に向かったのでしょう。そして、寺山神社にお札を納めて、子供は氏子として認められます。親子は転ばないように気をつけながら、急な坂を下って関所に戻ります。無事に関所にたどり着いた親子は、関所を越えて、自分たちが住む家に帰っていきました。これもこれで、話としては成立してる感じがするね。十分な根拠がないことが問題ですが、今回紹介した4つの説の中では、やっぱり根府川説が有力な気がします。でも、根府川説で確定と言えるほどではないので、東蘭瀬発祥の地は不明のままということになります。残念だけど、仕方ないね。そうですね。これで、東蘭瀬発祥の地の動画を終わりにしたいところですが、おまけ的にもう少し深掘りしてみます。おまけの深掘りは、方言についてです。東蘭瀬は、どの地方の言葉なのでしょうか？考えたことなかったけど、なんとなく関東って感じはしないよね。調べたところ、東蘭瀬は、名古屋弁の可能性も否定できないとのことでした。東蘭瀬は、通るの連用形、通りと、ヤンスの命令形、ヤンセを組み合わせた言葉だそうです。名古屋には、ヤンスと同じ意味のヤスという言葉があるみたいです。通り、と、ヤス、で、現在の名古屋弁だと、トーヤーになるとのことです。本来は、トーヤーセで、せ、をほとんど発音しないこともあるそうです。現在の名古屋弁とはちょっと違うってこと？調べて出てきた情報をどう理解するかで困りましたが、名古屋弁だと、トーヤンセにならないということだと思います。ヤスの命令形がヤセで、通り、と、ヤセ、で、トーヤーセなんだと思います。トーヤンセが名古屋発祥だとしたら、トーヤーセになってたはずということなのかもしれません。ただ、江戸時代に名古屋にあった遊郭では、ヤンセが使われていたという情報もありました。愛知県稲沢市付近では、
方言としてトーランセという言葉があるようです。岐阜県で、トーランセをトーランセと呼ぶところもあったそうです。現在のトーランセは、東京で遊ばれていた旋律を元にして、ピアノ伴奏をつけたものとされています。また、トーランセの歌詞には、様々な地方の方言が使われてるという情報もありました。例えば、息はよいよいのよいよいは、違う意味として考えることもできるようです。愛媛県の方言では、よいよいは大変という意味だそうです。行きも帰りも大変って意味になるのか。方言の問題を考慮に入れると、トーランセの歌詞を読み解くのが一気に難しくなるね。そうですね。様々な地方の方言が歌詞に使われているとなると、発祥の地を見つけるのはすごく難しいことになりそうです。でも、同時多発的にトーランセが成立したとは考えにくいので、トーランセの元になる歌ができた場所があるようにも思えます。どこかで生まれたトーランセが、いろんな地方に広がり、それらが混ざり合ったのが、現在のトーランセなのかもしれません。トーランセって言葉的には、名古屋周辺の可能性があるってことだよね。そういうことみたいですが、調べた限りでは、名古屋周辺でトーランセ発祥の地の情報は見つかりませんでした。探せば、トーランセの条件に合う神社は、名古屋周辺でも見つかるかもしれません。新しい情報が見つかったら、トーランセ発祥の地の動画を新たに作ろうと思います。ということで、今回の深掘り旅、トーランセ発祥の地、再編集版は終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。